常識に従うほど、未来は平凡に閉じていく。常識は、おとなしく生きるためのルールだ。だけど成功は、非常識の先にしかない。誰かの正しさを守っているうちは、自分の未来なんて、1ミリも動かない。あなたの人生を閉じ込めているのは、その無難な選択かもしれない。幻想という甘い毒、誰の心にも潜んでいる。努力せずに成功したいという願望。それはまるで蜜のように甘く、理性を静かに麻痺させていく。本当は知っている。動かなければ何も変わらないことも、挑まなければ報われないことも。けれど、それでもどこかで信じてしまう。いつか奇跡が起きて、誰かが自分を見つけてくれるかもしれないと。それが幻想だ。夢だけは雄弁に語り、行動は何一つ伴わない。そんな時間が、どれだけ人生を削っているか。人は気づかないまま、静かに、ゆっくりと落ちていく。成功は、誰のもとにも訪れるものではない。欲しいと願えば手に入るほど甘くなどない。失う覚悟もないものに与えられることなどない。血をにじませ、孤独に耐え、自分を信じ続けた者だけが、ようやく、その扉の前に立つ資格を得る。なのに人は、現実から目を背ける。まだ本気を出していないだけ。今はタイミングじゃない。そうして言い訳を積み上げ、自分を正当化する。だが、言い訳で築いた人生は、どれだけ形が整っていようと、その中身は空っぽだ。理想を語るなら、手を動かせ。夢を描くなら、今すぐ走り出せ。イメージだけでは、現実は1ミリも動かない。引き寄せという言葉に酔いしれて、動かないまま年を重ね、気づけば全てが遅すぎる。幻想は毒だ。行動する力を奪い、今の自分でいいのだという錯覚を植え付ける。やがて挑戦することすら怖くなってしまう。何度も同じ後悔を繰り返してきたはずだ。何度も明日こそと誓ったはずだ。でもまた今日も動けなかった理由を探して安心してしまう。もういい加減にしろ。この瞬間にしかできない選択がある。甘い言葉に耳を貸すな。それはもう何の価値も持っていない。今こそ幻想を断ち切れ。必要なのは奇跡ではない。たった一つの行動だ。未来を変えるのはいつだって今しかない。小さな一歩が奇跡を連れてくる。奇跡は劇的な出来事として訪れるのではない。誰かに称賛されるほど大きな成果でもない。本当の奇跡は誰にも気づかれず静かに踏み出された小さな一歩の先にある。多くの人は動けない理由をたくさん持っている。時間がない、疲れている、やる気が出ない、完璧に準備してからでなければ始められない。だがそれらはすべて幻想という名の言い訳に過ぎない。やる気が出たら動こう。そんな順番では人生は何も始まらない。逆なのだ。動いたから気持ちが動く。手を動かしたから集中が始まる。たった10分でいい。一行だけメモを書く。それだけで流れが変わる。微細な行動が止まっていた空気を動かし、昨日とは異なる時間を作り始める。人生を変えるのは劇的な転機ではない。1ミリの前進、1秒の行動、その地味で退屈な積み重ねだけがやがて見たこともない景色へとつながっていく。今日はやめておこう。そのたった一回がどれだけ未来を鈍らせているかあなたはまだ知らない。だが少しだけやってみるか。そのたった一回が全てを塗り替えることもある。奇跡は才能がある人だけのものではない。圧倒的な環境に恵まれたものだけのものでもない。奇跡とは何度転んでも一歩を踏み出すことを諦めなかった人にだけそっと手を差し伸べてくるものだ。誰にも見られなくていい。評価も称賛もいらない。重要なのは自分が一歩を踏み出したという事実だけ。そしてその一歩は確実に蓄積されていく。振り返った時、あなたの背後に刻まれているのは奇跡という名の奇跡だ。その始まりはいつも静かで地味だ。だが確実に何かが変わる。空気が変わり、思考が変わり、感情が動く。その変化が人生を押し出す力になる。迷っている暇があるならまず動け。やる気がなくてもいい。自信がなくてもいい。5分だけ、1センチだけ動くだけでいい。奇跡は遠くにあるのではない。目の前のほんの数センチの先にもう待っている。先延ばしが人生を腐らせる。先延ばしとはただの遅れではない。それは確実に人生を蝕む見えない毒だ。今日はやめておこう。明日の方が集中できそうだ。そうやって自分をごまかすたびに少しずつ確実に心の筋肉は衰えていく。行動の先送りは集中力を削り自己肯定感を静かに蝕んでいく。一見平穏な毎日の裏側であなたの意志力は崩れている。明日やろうと言ったその瞬間、あなたは自分自身との約束を破っている。その積み重ねがまたできなかったという敗北感となってやがて自分を無力な存在へと変えていく。そしてこう思うようになる。自分には無理だ。どうせ何をしても変わらない。それは偶然の結果ではない。先延ばしという選択を何度も繰り返した末の極めて自然な結末だ。先延ばしは
感情に従った結果生まれる逃避だ。今日は疲れている。気分が乗らない。もっと準備してから動きたい。どれも一見合理的なようで、本質は全て同じだ。やらない理由をもっともらしく整えて、その場から逃げているだけ。だが、人生は待ってくれない。チャンスも、タイミングも、待つ者のもとにはやってこない。動いた者にだけ、次の道が見えてくる。思い出してほしい。過去に見送ったチャンスたちを、あの時、やっておけばよかったと、後悔した夜を。それら全ては、今じゃないという幻想が、目の前の行動を止めたから、起きたことだ。人生を腐らせているのは、他人ではない。あなたの中に根付いた。また明日という甘えだ。準備が足りなくてもいい。結果が見えなくてもいい。重要なのは、今すぐにやるという意志だけ。未来を変えるのは、いつも即断、即行動だ。すぐにやるものだけが、すぐに何かを動かせる。先延ばしという毒に、何度やられたかは関係ない。気づいた今、この瞬間が、解毒の始まりだ。1分でもいい。1行でもいい。後回しにしていたあれに、今すぐ触れてみよう。その一歩が、空気を変える。流れを生む。自分自身への信頼を取り戻すきっかけになる。やらなければ、明日も同じ。何も変わらない。やったものだけに、次の現実が見えてくる。この瞬間を、何も始めていない人間から、今、動いた人間へと変えるかどうかが、あなたの人生を左右する分岐点だ。その選択すら、また明日に送るつもりか。もうやめろ。先延ばしは、今、この1秒で終わらせろ。引き寄せは願望ではなく覚悟の結晶。引き寄せという言葉が、まるで魔法のように使われている。強く願えば叶う。ポジティブに考えればうまくいく。夢をイメージすれば現実が変わる。だが、それだけで人生が変わったものなど見たことがない。願えば叶うという言葉は、行動できない人間を慰めるために存在している。頭の中で理想を描くだけでは、何一つ動かない。現実が動くのは、手と足を動かした瞬間だけだ。本当の引き寄せとは、覚悟の結晶だ。それは、逃げ場のない意志。一歩でも退けば全てを失うような、背水の決意。そして、痛みと汗で固められた行動の積み重ねだ。引き寄せは、あなたを試している。その夢のために、どれほどのものを差し出したか。その理想のために、何を犠牲にしてきたか。ただの願望で終わらせないという強烈な意志があるかどうかを。願いだけでは、世界は動かない。願望には重さがない。それに比べて、覚悟はずしりとした重力を持っている。その重力が、現実を引き寄せる力になる。夢は、眺めるものではない。立ち上がって、掴みに行くものだ。イメージするよりも、行動する方がはるかに難しい。だが、難しい方にこそ道がある。成功者たちは引き寄せたという。だが本当は、誰よりも動き、誰よりも倒れ、誰よりも立ち上がってきた。その果てに、ようやくたどり着いた時点で、ようやく引き寄せたと言える。彼らは願っていたのではない。動きながら戦っていた。何も保証のない道を、誰の理解も得られないまま。それでも、自分を信じて進んでいた。運は、待つ者には来ない。チャンスは、座っているものを避けて通る。動き続ける人間にだけ、風向きが変わる。あなたは今、何を願っているだろうか。それに対して、何を差し出しただろうか。どこまで本気で向き合ってきたか。その答えが、未来をすべて決めている。引き寄せとは、都合のいい奇跡ではない。それは、何があっても諦めないという決意が、世界に与える影響そのものだ。だからもう、願うだけの自分を終わらせろ。覚悟を現実に変えろ。苦しみの中でも、歯を食いしばって動くその姿勢が、引き寄せのスイッチになる。今この瞬間が、夢見る人から、夢を形にする人へと変わる分岐点だ。世界は、覚悟ある者にだけ、静かに、しかし確実に、未来という名の報酬を差し出す。願いは心に、覚悟は行動に、それを続けた者にだけ、引き寄せの真実は姿を現す。他人の目を捨てた者だけが勝者になる。人は皆、誰かの目に怯えて生きている。笑われたくない、嫌われたくない、否定されたくない。その小さな恐れが、あなたの行動を少しずつ鈍らせる。やりたいことがあるのに、頭をよぎるのは、どう思われるだろう。それが、最初の一歩を踏み出す力を奪う。行動を止めているのは、現実の障害ではない。見えない視線と、勝手に抱いた思い込みだ。気づけば、他人の顔色で人生の舵を取っている。でも考えてみてほしい。誰かの評価で人生が変わったことがあるか。誰かの許可を待っていたせいで、夢が叶ったことがあるか。他人の視線は、あなたの人生の責任を取ってくれない。評価も批判も、一瞬で風向きが変わる。そんなものに、自分の未来を預けてはならない。あなたの人生を動かすのは、自分の意志だけだ。他人にどう見られるかより、自分がどうありたいか、それを問う覚悟があるかどうかで、全ては決まる。勝者と呼ばれる者たちは、最初から理解されていたわけではない。むしろ、ほとんどの人が孤独な道を歩いていた。笑われ、疑われ、
蔑まれながらも、ただ静かに自分の信じた道を貫いた。彼らは知っている。評価は後からついてくるものだと。今この瞬間の行動に拍手は不要だと。何かを始めれば必ず否定する声が現れる。無理だ。意味がない。やめておけ。だがその声の正体は挑戦しない者の不安が生んだものに過ぎない。その声に従えば自分の声が消える。一度他人の基準で動き始めれば二度と自分の本音を聞き取れなくなる。そしてそれこそが人生最大の損失だ。人の目を気にして生きるということは、自分の人生を他人の物差しで測ること、今日の自分を昨日の誰かの言葉に委ねること、そんな生き方で心から納得のいく人生が手に入るだろうか。本当に欲しい未来があるなら、他人の顔ではなく自分の内側を見つめるしかない。あなたが何をしたいのか、どこへ向かいたいのか、その静かな声に勇気を持って従え。孤独でも進め、理解されなくても構わない。あなたが信じる道を誰よりも信じて進むんだ。やがてあなたの背中を笑っていた者たちが立ち止まり振り返る日が来る。だがそれはあなたがずっと先へ進んだ後の話だ。拍手はいらない。称賛も必要ない。ただやりたいことをやれ。それだけで十分に価値がある。勝者とは他人の目を捨てた者だけが最後にたどり着ける場所なのだから。もし100倍のリターンがあるとしたら、もし今あなたの目の前にある行動が100倍のリターンを生むと保証されたなら、あなたは迷わず動くだろうか。もしその挑戦が絶対に失敗しないと約束されたなら、今すぐ飛び込むことができるだろうか。多くの人はそう問われればはいと答える。だが現実にはほとんど何も始めようとしない。なぜか。保証がないからだ。リスクがあるからだ。その気持ちは当然だと多くの人が思っている。しかしそこに成功者と凡人を分ける決定的な違いがある。成功者は保証を必要としない。むしろ保証がない場所にこそ想像を超える報酬が眠っていることを知っている。凡人は確実を求めて立ち止まり、成功者は可能性にかけて動き出す。安全な場所で答えを探している限り、成功など一生見つからない。動けない理由を探すのは簡単だ。でもその習慣があなたの成長を何年も止めてきた。挑戦とは不確実で報われるかどうかもわからない領域に自分を投げ出す勇気のことだ。あなたが一歩踏み出せないのは能力が足りないからではない。情報が不足しているからでもない。ただ心の奥で傷つくのが怖いだけだ。失敗したくない。笑われたくない。間違えたくない。でも、もし100倍の結果が保証されていたらどうか。それでも今じゃない。まだ準備不足だと後回しにするのなら、あなたは成功を求めているのではなく、安心を選んでいるに過ぎない。成功とは完璧な準備の果てに手に入るものではない。不完全なまま走り出し、試行錯誤の中で磨き上げたものだけが手にする報酬だ。想像してほしい。もしあなたの能力が今から100倍になるとしたら、何を始める？どこに飛び込む？誰に会いに行く？その答えの中にこそ、あなたが本当に望んでいる未来が眠っている。にもかかわらず、それを心の奥に封印して、現実的に考えようと自分をごまかしていないか。本当は自分の可能性に気づいているのに、失敗の可能性ばかりに目を向け、行動を止めていないか。あなたを止めているのは限界ではない。限界だと決めつけた、あなたの思考の狭さだ。保証のない世界に飛び込んだとき、初めて、人は自分の真の力に出会える。安全を手放せば、挑戦が始まる。挑戦が始まれば、成長が加速する。そしてその先にこそ100倍のリターンが眠っている。だからと、もし本当に100倍の成果が約束されていたら、あなたは今日何を始めるのか。その答えを行動に変えた瞬間、あなたはすでに次の次元に立っているのだ。非常識を恐れるな。それが成功の扉だ。成功を願いながら、なぜ人は何も変えられずに終わるのか。その理由は明確だ。非常識を恐れているからだ。人と違う道を選ぶこと、誰かに変だと思われること、理解されないこと、それが怖いのだ。そんなの無理に決まってる。誰もやってないじゃないか。もっと現実的に考えろ。その言葉が挑戦の芽を摘み、可能性の扉を閉ざしていく。だが、よく思い出してほしい。誰もが知る成功者は、すべて、かつて非常識な人間だった。まだ誰も踏み入れたことのない領域に足を踏み入れ、そんなことできるわけがないと笑われながら、黙って手を動かし続けた。非常識とは、混乱ではない。非常識とは、ただ常識の枠の外に立つという選択に過ぎない。常識の中で考えれば、結論はいつも似たような場所に落ち着く。リスクを避け、他人と同じような動きをし、決して突出しないように、無難な未来を選び続ける。だが、成功はそんな未来の中にはいない。成功は、常識の外側にいる。だからこそ、それをつかみたいなら、常識の鎖を、意識の中で断ち切らなくてはならない。自分の中に誰にも言えないほど大きくて
非常識な夢が眠っていないか。言ったら笑われそう。叶うわけがないと自分でも思ってしまう。そんな目標こそがあなたの真の人生の核かもしれない。成功者とは常識に従ったものではなく、非常識に耐え抜いたものだ。最初は誰も理解してくれない。共感もされない。称賛など、むしろ敵意と無関心に包まれる。だが、それでも動けるかどうか。それが分岐点だ。常識を壊したその先に、ようやく道が生まれる。そしてその道を歩く者だけが、新しい常識を作っていく。やがて、かつて非常識だと現れた行動が、結果を出し、誰もが認める正解へと変わる。この世界の革新はすべて、馬鹿げている、狂っている、と呼ばれた場所から始まった。だから恐れるな。共感はいらない。正解もいらない。ただ、自分の中にある声を信じて、足を一歩、外に出せばいい。あなたが進むべき道は、他人に評価される道ではなく、あなた自身が燃えるように進みたくなる道だ。常識は、過去の人間が残した枠に過ぎない。非常識は、未来のあなたが切り開く突破口なのだ。もし今、世界があなたを理解しなくても構わない。その孤独こそが、まだ誰も立っていない証であり、その挑戦の先に、確かな扉がある。それが、成功の扉だ。鍵はいつだって非常識の中に隠されている。今この瞬間だけが未来を変える。人はよく過去を悔やむ。もっと早く気づいていれば、もっと努力していれば、あの時違う道を選んでいればと。だがどれほど過去を悔いても一歩も未来には進めない。また人は夢を見る。いつか理想の自分になりたい。いつか大きなことを成し遂げたい。いつか自由な人生を手に入れたいと。だがいつかは永遠に来ない。明日への願望では現実は変わらない。未来を変えられる唯一の瞬間は今、この瞬間だけだ。やるべきことはもう知っているはずだ。動くべきタイミングもすでに訪れている。それでも動けないのはなぜか。まだ早い。準備が足りない。その言葉がどれだけ多くの未来を潰してきたか。先延ばしは静かに夢を殺す毒だ。今こそそれを断ち切る時だ。誰かが背中を押してくれるのを待つな。状況が整うのを待つな。それは永遠に訪れない幻想だ。未来とは今この瞬間の延長でしかない。今日変えられなかった人間が明日を変えることなどできない。1分でもいい。1行でもいい。一歩でもいい。とにかく動け。まだ早いと感じる今こそが最も確かなスタートラインなのだ。失敗してもいい。間違えてもいい。大切なのは今という点を踏み出せるかどうか。他人の評価に揺れる必要はない。拍手も承認もいらない。人生を決めるのはあなた自身の一歩だけだ。世界の成功者は最初から完璧ではなかった。彼らは待たなかった。整うのを待つのではなく、走りながら整え、進みながら力をつけた。そうやって今という一瞬に全てをかけてきた。たった一歩で流れが変わることがある。たった一つの決断が何年分もの停滞を終わらせることがある。だから迷うな。躊躇するな。変わりたいと思うならこの瞬間に手を伸ばせ。未来は空から降ってくるものではない。誰かが与えてくれるものでもない。引き寄せるものではない。掴み取るものだ。今という点を選ばなければ線にも面にも立体にもならない。人生は描かれないまま過ぎていく。そして覚えておいてほしい。時間は残酷だ。今を逃がせば次の今は二度と同じ形では訪れない。だからこそ動け。過去も未来も関係ない。あなたの人生はこの一瞬に全てがかかっている。